はい、こんにちは。堺一文字光秀3代目の田中亮です。本日はですね、包丁のステンレスの素材について、ご説明する動画を、作らせていただきました。講座一個一個にフォーカスを当てていくっていうよりは、ステンレスの一般論というところで、結構基礎的なところからもう一回知りたいなという方は、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。ではよろしくお願いします。他にも鋼の包丁とか、その他の素材の包丁とかもいろいろ合わせて解説している動画もあるんで、そちらを踏まえて聞いていただけたらなと思うんですけれども、ステンレスの包丁を早速説明していきたいと思います。ステンレスっていうのはですね、ステイン、これがサビ、レス、これはない、否定ですね。それを合わせてステンレスって言ってるんですけれども、結構定義が刃物の、業界でしっかりあって、クローム、この成分が大体 10.5% 以上ぐらい入っていればステンレスの包丁として売られてます。ステンレスって絶対に錆びない包丁っていうわけではなくて、金属と一緒に接触させた状態で保管したりとか、保管状態が悪ければ、ブツブツブツって穴が開いて、錆びたりとかもするんですよね。鉄ってもともと空気中にあったりとか水分がちょっとでもあったらもうそもそも酸素とひっついてしまうっていう性質があるんですよね。でそれがなんか赤サビになったり酸化鉄と呼ばれてるやつなんですけれども、クロームが添加されてると、空気と、酸素とですね鉄がくっつく前にクロームがそれをカバーしてくれるっていうので錆びが出にくいっていう性質があります。ステンレス包丁のメリットとデメリットについて説明したいと思うんですけれども、メリットは何といっても錆びにくいということですね。例えば忙しい職場だったりとか、ご家庭のお料理とかでも、包丁を切って、さっと置いてお鍋の方に行ってとかってケースとして全然ありえるんですけれども、錆が激しい包丁とかだと、その酸化鉄が食材の中に入ってしまって、ちょっとあんまり体に良くなかったりとか味に影響したりとかっていうのもあるので、そういうデメリットがないのもステンレスの特徴かなというふうに思います。一方でデメリットなんですけれども、鋼、ステンレスではないクロームが入っていない包丁に比較して少し研ぎにくいっていうのがあります。ステンレスの包丁を作ろうと思うと、炭素だったり硬くする、素材と一緒に、クロームとそれからバナジウムとかですね、モリブデンとか、そういった、レアメタルも含有してやる必要があります。それをやることによって、使いやすい包丁、それから書きにくい包丁ができたりするんですよね。で、それを入れることによって、少し研ぎにくさが出て、あとは価格もそれによって上がってしまうという側面があります。ステンレスがおすすめされるケースなんですけれども、そうやっていろんな作業をしないといけないで、できるだけ、便利に使いたい、錆びのケアをする時間がないという方はステンレスの包丁をおすすめするんですね。ただ、和食の料理を志している方に関しては、鋼の包丁をおすすめしたいなと思ってます。今でもやっぱり和食の世界だと鋼の包丁が主流なので、例えば上司の方とか親方にですね、この包丁を直しといてとか置いといてくれみたいなことを言われることがやっぱり職場の中では出てくると思うんですよね。でその時に鋼の包丁の扱い方を全く分かってないと、師匠の大切な包丁を錆びさせてしまったりとかしてしまう可能性があります。あとは鋼にしておけば、その扱いさえ覚えておけばステンレスに変わる分には全然問題なく移行ができるので、ただ逆がちょっと錆びさせてしまうリスクとかっていうのがあるので、そういう意味で和食の方には鋼の包丁っていうのを最初に持つ分にはお勧めしたいなと思ってます。ステンレス切れへんねやろ、研がれへんねやろっていう方がいらっしゃるんですけれども、その2点に関しては明確に否定しておきたいと思います。ステンレスの包丁でも研ぎはできるし、ステンレスの包丁でも切れ味がいいものがあります。これなんでこんな風に言われるかっていう説明がしたいなと思うんですけれども、結構昔の包丁、今でもうちでは現役で販売してはいるんですけれども、50年前ぐらいからある種類の包丁なんですね。ちなみに鋼の包丁で高度でいうと56とか57ぐらいが入ってて、非常に切れ味も長続きして研ぎやすいんですよね。これが主流だった時代のステンレス、これが切れ味が悪いって言われてたやつなんですね。その頃のステンレスは炭素の含有量が少なくて、高度も52、3ぐらいまでしかいかなかったんですね。なので、その時は、あんまりステンレスで硬いものっていうのが包丁の加工としてあんまり適さなかったんで出回ってなかったんです。その頃にステンレスの包丁に出会われた方が切れ味が悪いという印象を持っ
たままこう、お弟子さんとかにそれをお伝えされてるのが、今でも伝わって、ステンレスの包丁は切れ味が悪いんでしょっていうような印象になっているのかなと思います。和食の世界だと鋼の包丁で例えば高度60前後のものを買うのとステンレスで高度60前後のものを買うんだったら値段やっぱ 1.5 倍から2倍ぐらいとか変わってしまうので、同じ価格帯だとやっぱり切れ味がどうしても落ちてしまうのがステンレスっていうところはあるかなと思います。研ぎに関してなんですけれども、ステンレスの包丁の方が刃はつけにくいというふうに言われています。でこれもやっぱ感覚の話なので人によって違うと思います。最初のステンレスの包丁を購入して使われて研いでいって、それを普通だと思われている方に関しては全く問題がないことではあるんですけれども、鋼の包丁にすごく慣れていると、ステンレスを研いだ時になんかこうなんていうんですかね、ひっつくなみたいなちょっとネバネバしてるような感覚があってなかなか思うように研がれていかないなみたいな感覚を、持たれる方もいらっしゃると思うんですけど、そういうのはやっぱステンレスの特性でどうしても、クロームを添加するにあたって、モリブデンバナジウムとかいろんな鋼材を添加していかないといけないので、それによって研ぎにくさが生まれるっていうのはあるかなと思います。これもやっぱり砥石が進化していってて研ぎやすい砥石とかっていうのも今は出てきてて、砥石の進化によって研ぎにくいっていうデメリットも結構解消されつつあるのが今なのかなと思います。ステンレスの砥石とかね探されてる方もいらっしゃるんですけど、これは別に鋼と特に変えなくて大丈夫です。今は結構砥石の出力もすごい進化してますので、今お持ちの砥石でステンレスの風に研げるかなと思いますので参考にしていただけたらなと思います。ステンレスの包丁が、切れるようになるっていうタイミングがもううちだともう明確に歴史に残ってるんですけど、40年前ぐらいですね。ステンレスの包丁が欲しいっていう方と切れ味がいい包丁が欲しいステンレスは嫌だっていう方がいっぱいうちのお店来たんですよ。でそれで、今も店長でいてくださってるんですけれども、89御年89歳の店長が当時ですね切れ味が良くて、高度の高いステンレスができたらこれはすごい受け入れられるんじゃないかっていうのを、お客様と一緒に話し合って思ってそれでステンレスの包丁を高度が59、60入る状態で作ったのがこの包丁です。作る時にですね3000丁テストしたやつが全部割れてしまうみたいな結構紆余曲折を経て、なんとか、製品化に至ったんですけれども高度の高いステンレスの包丁として、今でもこの包丁をお求めの方たくさん、いらっしゃるので、そういう歴史があって、ステンレスの包丁が切れないっていう時代は、今はそんなことはないのかなというふうに思います。切れるステンレス包丁の中でも一文字さんのやつは結構歴史が古い方だってことですか？そうですね。走りって言っていいと思ってます。多分同時多発的にあると思うんですけど、ステンレスの包丁の値段の差がどういうふうに生まれるかっていう話なんですけれども、これは含有される、成分です。まずやっぱりカーボンですね。炭素を入れようとすると加工が難しくなるし錆も出やすくなるんで、それを抑えるためにいろんな成分を入れないといけない。その他の成分によってまた高くなってしまうみたいなことが起こります。あとはモリブデン、バナジウム、あとは最近 VG10 とかコバルトとかも入ってるんですけど、この辺りはレアメタルって呼ばれてすごい貴重な鋼材なんですよね。もう年々値上がりしていってます。こういうものがたくさん含まれることによって、包丁の値段っていうのは上がっていってしまいます。あとは加工性ですよね。加工性が低いと職人さんもその包丁を削り出したり研いだりとかするのにたくさんの道具を使わないといけないとかたくさん時間をかけないといけない、当然難しい、ロスが出やすいとかっていう条件が出てくるので、それにあたって工賃も乗っかりやすいっていうのでステンレスの包丁の鋼材の価格が上がっていくというようなイメージになります。ステンレスの成分のお話もしたいと思います。一番要素を決定づけるのは炭素、C ですね。ここです。これが多ければ多いほど切れ味が長く切れ味がいい包丁になりやすいということですね。これを阻害するのがリンだったり硫黄という成分ですね。大きく違うのが迅性ですね。粘り強さ、衝撃に対して割れにくさですねと対摩耗性、切れ味が摩耗に対して強いというような要素、これがすごく付与される素
素材が多く入ってます。モリブデンだったりバナジウムだったり、あとはものによってはコバルトっていうのが入ってますね。これによって粘りの強い包丁になりやすいということになります。あとはクロームですね。これは逆に鋼の方には一切入ってなかった、入っててもほんと数パーセント 0. 何パーセントとかだったのが、ステンレスの包丁だとだいたい13以上とか入ってますね。これぐらい入っていると、いわゆる水に濡らして置いとくだけでどんどんサビが回ってしまうっていうようなことには、なりにくいという、素材になってます。で、大きく、鋼材ごとの性能をマッピングしたのが、こちらの図になってまして、切れ味が長続きするかどうかっていう軸と、粘りがあってかけにくいかどうか、研ぎやすいかどうかっていう軸で、選んでいただくのがいいのかなと思います。いろんな成分が入っててカーボンが入っていると高い鋼材になりやすいんですけれども、だからといって、いい包丁、自分に合った包丁になるかどうかっていうのは全然別の話だったりするので、その点は踏まえておいていただけたらなと思います。以上がステンレスの包丁の説明になります。ステンレスの基本的な説明ですね。クロームが入っているとステンレスの包丁なんですよっていうのと、ステンレスの包丁のメリットデメリットをですね、錆びないのか、砥石がかかりやすいかかりにくいのかっていうところと、和食に従事されたら鋼の方がいいかもしれないですよと、それ以外の錆のケアがしにくい方とかはステンレスの方がいいですよっていうお話と、ステンレスの鋼材の違いですね、ざっくりなんですけれども、お伝えさせていただきました。これからはステンレスの中の素材ですね、細かく見ていくような動画とかも作っていきたいなと思います。何か逆に気になることとか聞きたいこととかあればコメント欄に、ぜひコメントをお寄せいただけたらと思います。この先も動画作っていきますので、気に入った方はチャンネル高評価、登録ぜひよろしくお願いします。では、こちらで終わりたいと思います。ありがとうございました。